皆さんこんにちは。ゆずきゆかりです。今日は、ラジコン飛行機の飛ばし方、第27回、着陸で最も重要なこと、をお送りします。なお、今回は、最初に重要な話をして、後半に割とどうでもいい話をします。さて、着陸で最も重要なことは何でしょうか？それは、中断することです。ここで言うだけのことはあり、着陸の中断は非常に難しいです。ここで言う難しいは、多分主に精神論ですね。ただ、それも操縦技術の一つ、だということを忘れてはいけません。さて、後ろで流れている映像は、この前の長野ラジコン祭りのもので、機体としてはスプリットフラップを装備、かつ、効果が出る量のフラップを出しています。スプリットフラップを使った着陸進入のコツは、機体を水平以上にピッチアップしてはいけない。積極的にスラストを上げる。です。それを踏まえて、この映像の着陸中断ポイントを探してみましょう。ちょっと映像が一周するまでお待ちください。スタートです。ここでフラップが出ました。特に問題はありませんね。はい、ここです。ここで、明確に、頭を上げました。理由はおそらく、映像でも見え始めましたが、右側にある木が気になったと考えられます。ここが1回目の、着陸を中断すべきポイントです。重量級のスケール機は、一度姿勢を外すと、戻すのは困難です。ここで中断できる精神力のある人は、なかなかいないと思います。続けましょう。ここが2回目の着陸を中断すべきポイントです。フラップを使用した着陸進入で、機体のお腹が見えるほどのピッチアップは致命的です。すぐに着陸を中断しなければなりません。実は、この時点で収集がつかない状態となっていて、この先は同じことを繰り返すたびに悪化します。ここで重要なのは、着陸を中断するということです。不思議な話なのですが、ラジコン飛行機は一般的に、着陸の練習は着地の練習から始めます。一般的に飛行機の着陸を練習する際は、着陸の中断の練習から始めるのが普通で、中断ができるようになるまで着地の練習へは進めません。つまり、ラジコン飛行機を飛ばす人の多くは、着陸はできるけど、着陸の中断はできない人が多く、中断ができないゆえに、失敗するということです。着陸の中断の練習は非常に重要です。もし、あなたが10回着陸の練習をしたら、着陸を中断する練習は100回すべきです。着陸を中断する練習の最も簡単な方法は、タッチ&ゴーです。着地はしますが、同時にゴーアラウンドするので、実は着陸の中断になります。もちろん、着地もしているので、着地の練習にもなり、一石二鳥ですね。さて、ここから後半の、どうでもいい話となります。つまり、ラジコン飛行機がなぜ、あのような挙動を示したのか、という話です。映像を追って説明したいと思います。まず、ここでフラップを出しています。実は、操縦者がかなり上手いため、挙動を乱しませんが、普通の人には難易度が高いです。旋回開始の5秒前にはフラップを出して、一度機体を安定させましょう。このあたりは少しラダー不足程度で、綺麗な旋回です。1回目の頭上げです。さて、飛行機において頭を上げるというのは、どんな結果を生むでしょうか？飛行機が頭を上げたということは、操縦桿を引っ張ったということです。前に説明しましたが、操縦桿を引くと飛行機は減速します。減速すると、次に起こることは急速な降下です。急速に降下するということは、滑走路に届かなくなる、ということです。ここで滑走路に届かないことに気がついてますね。ここで立て直せなかった主な理由は、操縦ミスです。この場合、滑走路に届かないわけですから、降下速度を下げる操作が必要です。それは、つまり、上昇することと同じですので、
スラストを上げる必要があります。この状態で操縦桿を引く、つまり減速の操作をすると、さらに急速な降下が始まり、より滑走路手前に降りることになります。あと、意外に思うかもしれませんが、ここから失速しています。実機であれば失速警報と、対地接近警報装置が鳴り始めます。失速しているので、急激に降下します。ここで、さらに、減速の操作が入ります。普通の人であれば、ここでひっくり返るのですが、この操縦者はうまいです。失速していることに気がついた上で、正しい復旧操作を行います。失速からの回復方法は、まず加速、次に上昇の操作です。つまり、まず操縦桿を押す。その後でスラストを上げる。です。ちゃんと反応していて、素晴らしいですね。さて、最後のポイントです。現在、この飛行機は非常に特殊な状態です。待機速度は明らかに不足していますが、飛んでいますね。つまり、プロペラの後方気流で飛んでいる状態です。この状態でスラストを絞ると、プロペラの後方気流がなくなるため、即、失速します。尾翼も完全に失速するため、着地後に操縦桿を引いても、尻尾を地面に押し付けることができず、結果的に前方にひっくり返ります。再度、元の話題に戻りますが、あの状態から着陸できる人はいないでしょう。つまり、着陸を中断しなければいけません。現在のラジコン飛行機業界は、着陸を中断できる人が非常に少ないです。あまりに少ないため、中断しないことが普通となり、中断するのが異常と言われるほどです。着陸に失敗したときは、なぜ中断できなかったのかを考えることが重要です。さて、最後に、久しぶりに着地時の降下速度を見てみましょう。これが着地の瞬間。こちらが6分の1秒前です。地面はこの辺りでしょうか。ここがタイヤの位置。地面までタイヤ 3.5 個分程度ですね。目標値としてはタイヤ1個分で、特に問題が起きないのはタイヤ2個分程度までですね。最近はスマートフォンで綺麗な動画が撮れるので、皆さんも自分の着陸を撮影してもらって、コマ送りなどで見てみると練習になりますよ。多分、自分が思っている動きと違うと思います。そういえば、このチャンネルももともとは、自分の飛行を後からチェックして、練習するために動画をアップしたのがスタートでした。さて、今日はかなり長くなってしまったので、ここまでとしましょう。それでは、高評価とチャンネル登録をお願いします。ゆずきゆかりがお送りしました。では、また。